こんにちは、ますみです。本日はラングチェーンインデックスズについて解説します。この動画を見ることで、プロンプトエンジニアとしての引き出しを一つ増やすことができるでしょう。ラングチェーンの大枠についてまだ知らない方は、こちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。インデックスズとは PDF や CSV などの外部データを用いて回答を生成する機能です。例えば、ローカルにある社用の PDF を用いてチャットボットを作りたい時などに便利です。もちろんそういったサービスはすでにあるのですが、秘密情報を OpenAI 以外のサーバーに送信したくない時などにラングチェーンを用いれば自社システム上に自分で効率的に実装できます。ラングチェーンインデックスズの機能としては主に4つあります。1つ目の機能はドキュメントローダーズです。ドキュメントローダーズとは PDF や CSV などのデータを読み込むための機能です。現在これだけの数のデータ読み込みに対応しています。馴染みがあるデータとしては PDF、CSV、PowerPoint、Word、HTML、Markdown、E メール、URL などがあります。SaaS のサービスとしては Notion、Figma、Evernote、Google ドライブ、Slack、YouTube などがあります。また、Azure、GCP、AWS などのクラウド関連のサービスとの連携も可能です。2つ目の機能はテキストスプリッターズです。テキストスプリッターズとは文章データを分割するための機能です。単純な文章だけでなく、マークダウンや Python のコードなども分割できます。また、トークン数で分割することもできるため、プロンプトのトークン数を制御する際にも便利です。3つ目の機能はベクターストアーズです。ベクターストアーズとはベクトル化されたデータを管理するための機能です。この機能を用いることで自然言語をベクトル化、すなわちエンベディングしたデータを管理できます。現在は Chroma というベクターストアーズがデフォルトのデータベースとして採用されていますが、それ以外にも Fice や Redis や Elasticsearch なども使うことができます。4つ目の機能はレトリーバーズです。レトリーバーズとはドキュメント検索をするための機能です。例えば、長い文章を複数のドキュメントという塊に分割し、その中からプロンプトと関連のある情報が入ったドキュメントを検索することができます。現在はチャット GPT プラグインレトリーバーズや Elasticsearch BM25 や Vector Store レトリーバーなど様々なレトリーバーがあります。それではここから Python を用いた具体的な実装方法を説明します。まず環境構築としてラングチェーンを用いるため pip インストールラングチェーンをしておきましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI を実行しましょう。パッケージがインストールされたら OpenAI の API キーを設定していきます。ダブルクォーテーションの中に OpenAI の API キーを入れて実行しましょう。これで環境構築は完了です。次にドキュメントローダーズの使い方を説明します。ここでは PDF のファイルを読み込み、その中で関連するキーワードを検索したいと思います。ここで必要になってくるパッケージとして PyPDF、TickToken、FiceCPU があります。それぞれインストールしましょう。インストールが完了したら早速 PDF を読み込んでみましょう。ここでは PyPDF ローダーというライブラリを使って最近発表されたフリーランス白書2023の PDF を URL から読み込んでいます。そしてこの後説明する Vector Stores というモジュールの中の Fice というツールを使ってフリーランスのリモートワークの実態について教えてというプロンプトを検索してみます。それでは実行しましょう。その結果、この質問文と関連度の高い PDF のページのインデックスとその内容を表示することができました。次にテキストスプリッターズの使い方を説明します。ここでは GPT-4 に関する文章に対してスプリットテキストというメソッドを用いて\n、\n いわゆる改行が2つあるところでテキスト分割を行っています。そしてもう一つの条件としてチャンクサイズを100に設定していることによりテキスト分割された塊が100文字を超えないけどなるべく大きい塊になるように結合されています。こちらを実行するとこのように5つの塊になるように分割されたことがわかります。1つ目の塊を見てみると約2行分の塊になっているのですが、こちらの長さを調べてみると86文字でしっかりと100文字を超えていないことがわかります。また Create Documents というメソッドを使うと文字列ではなくドキュメントというクラスの塊にすることができます。次に Vector Stores の使い方を説明します。まず Vector Stores は
デフォルトで Chroma を採用しているため ChromaDB というパッケージをインストールしましょう。インストールが完了したら早速質問文に答えていきましょう。ここではテキストローダーというドキュメントローダーズのモジュールを使って文字列を読み込み、その中のデータを元にしてプロンプトに答えたいと思います。最初にご紹介するのは Vector Store Index Creator というクラスです。Vector Store Index Creator の中に Vector Store のクラスとエンベディングのモデルとテキストスプリッターのクラスを入れることで質問に答えることができます。テキストスプリッターには先ほど用いた100文字のチャンクで区切ってくれるスプリッターを代入しています。そして最初のプロンプトとしてはインターネット上の何のデータを使って学習しているのと入力してみます。上記の文章の中で GPT-4 はインターネット上の大量のテキストデータを学習し豊富な知識を持っていますという文章があるため、こちらを参考にして大量のテキストデータを学習しているという答えが想定されます。また通常のドットクエリーというメソッド以外にもクエリー with sources というメソッドがあります。クエリー with sources を用いると質問文と参考にしたデータのファイル名も表示してくれます。それでは実行してみましょう。そうすると想定通り GPT-4 はインターネット上の大量のテキストデータを学習していますというふうに答えられています。また、Query with Sources を用いた方では、この質問文とファイル名を出力してくれています。また、GPT-4 は第何世代のモデルという質問に対しても、的確に第4世代目と答えることができています。先ほど紹介した Vector Store Index Creator というクラスは非常に便利ですが、中身がどうなっているか気になりますよね。Vector Store Index Creator の中の処理としては次のようなことを行っています。まずテキストをテキストスプリッターを用いて分割しています。次に Chroma などの Vector Stores でエンベディングをしてベクトル化された情報やインデックスを保管しています。そして Vector Stores 内で関連性を計算してクエリーと関連度の高い塊を検索します。最後にその塊を用いて LLM などで回答します。ここではドキュメントの検索までしかコードを書いていませんが、こちらを実行するとこのように質問と関連するドキュメントの文章を出力することができます。最後にレトリーバーズの使い方を説明します。レトリーバーズはエンベディングしたベクターストアに対して asRetriever メソッドを用いることでレトリーバーのオブジェクトを作成できます。そしてレトリーバーのオブジェクトに対して getRelevantDocuments のメソッドを実行することで関連するドキュメントを検索することができます。それでは実際に実行してみましょう。そうするとインターネット上の何のデータを使って学習しているのという質問に対して関連する文章をこのように検索してくれます。ここまで様々な方法を説明してきましたが、結論としては様々な技術やモジュールが存在しており、それらが組み合わさった Vector Store Index Creator というクラスが非常に便利でおすすめです。以上、本日はラングチェインインデックスを解説しました。次の動画ではラングチェインチェインズを解説します。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。